すごく太いですね。向こうからこっちまで一番長いとこは91メートルもあるんですって。実はこのそばには人が集まるきらびやかなところもありました。それが中村遊郭という今日巡る花街なんですね。東京で吉原遊郭を取材したことがありました。その時は吉原の周りを四角く水路が囲んでましたけども、一説には遊女が逃げ出さないため生と俗を隔てるという説もあります。中村遊郭の実は水路に囲まれていました。今はありません。ということはすなわちそれは暗渠道なわけですよ。今回は中村遊郭とそれにまつわる暗渠道をたどりながら、遊郭とそれから町が積み重ねてきた歴史をたどっていきたいと思います。今日は暗渠道をご一緒いただければと思ってます。もともとあった水路を地下に変えてしまったやつ、それは暗渠って言って、その上の道暗渠道と呼んでるんですね。この先をたどっていきますと、中村遊郭という昔遊郭だったところ、東京の吉原遊郭の場合はですね、遊郭に入る入り口が1個だけだったんですよ。出入りを非常に制限してた。ですがここの中村遊郭はですね、12本もの橋に入り口があったんですよ。吉原の閉鎖性に対してこうすごく開放的というか、そして斜めの道もありますよね、四隅に。そういうお話も地元の方々から聞けるといいですよね。というわけでもう見えてきちゃいましたけど、これなんです。これはもともとは水が流れてて、今はもう流してない、流してない。今我々の背中に中川運河がありまして、そこから歩いてきましたよね。でここをこう川が昔つながって流れていた。ここの今歩いてるとこはもう川なんです。そうなんです。徳佐川っていう川が流れていた。昔の人が掘った水路なんですよ。これが中村遊郭の水路につながっている。でしかもあそこに水がないのに橋が残ってますよね。暗渠の上にある橋なので暗渠と呼んでるやつなんです。はい、大門っていうのはもちろん何の門かというと遊郭の門ですよね。先ほど橋が周りを12本囲んでたって申し上げましたけども、12箇所も出入りができてたってことなんですよね。できればお話をどなたかに聞きながら歩いてみましょうか。まずこの裏側館、お家が全部背を向けてますよね。これ元水があったから川があったから玄関作らなかった。誰からも背を向けられてる感じの道って暗渠道に多いんですよね。これおそらくここにかかっていった橋で大正10年3月って書いてありますよね。ここからもう中村遊郭なんです。こっちがここにもあった感じがありますね。その通りなんですよ。ここはまさしく中村遊郭を囲む水路の跡なんですよ。でその水路には12箇所の橋がかかってたらしいんですけど、そのうちの一つ幸橋、私は野良暗渠って呼んでるんですけど、何も守られることなくで説明も何もないじゃないですか。それがますますこう野良猫っぽいなと思って 3D の画像にして持って帰るんです。ね、ちゃんとここのくぼみまでくぼみもあってすごいですね。ね、3D 撮ってる時が一番生き生きしてますよ。
はい、斜めの道を入ってきましたが、これがその正方形四角形の町の作り方だけど、この道だけやっぱり斜めになっててちょっと不思議な感じですよね。そうですね、あんまりわざと作ったにしてはなんかやっぱ意味ありげな感じだけど。でもやっぱこう新しくできたマンションがすごく建っていて、とても元遊郭だったという感じはしないですね。水たまり、あれ最近雨降りました？降ってましたよ。降ってましたか。はい、そっか、それでかなんか下から水が湧いてきたかななんて希望的なことを。何しろこの辺ってすごく湿地というか低い土地だったらしいんですね。でこの中村遊郭を作る時によそから土を持ってきて盛り土したらしいんです。吉原もちょっと高くして作ったところだったんですよ。そうだ、今標高いくつかな、 1.8 メートル。さっきの大門のところが標高 1.2 ぐらい。そんなに坂登ってきた感じしませんけどね。はい、ここが斜めの道ですかね。ですね。例の斜め道ですね。奥が見通せなくなってんのかな、そういうことなのかな。もしよかったらお話聞いてもいいですか。 CBC テレビなんですけども、はい、中村遊郭の周りを囲っている水路を探して歩いてたんですが、水路行ったらもともとここはそうだとか言ってたね、その間。遊郭はもうほとんど撤去されて、はいはい、マンションとかね、遊郭がなくなっちゃって、はいはい、それぞれいろんな商売街されてる。ここだけ道が斜めじゃないですか。これだけわからんこれはもう僕ら住み始めた頃からもうこうなっとったから、理由はこれはわからんな。今ね始めたところの対角線上の角ですね。でここが角でこうなって、これが斜め道ですね。はい、この謎を聞きたいんですけど、人いないかな。ここが北西の角か。神社があって、その裏側がきっともう道ないと思うんですけど、水路跡だったはず。これはなんか橋っぽいですね。まさかな。なんか書いてないですよね。書いてないですね。そこの神社の垣根がありますよね。垣根の向こう側に橋の跡みたいなものがあったんですけど、それはうちの垣根ですね。はい、石垣よりも外側がうちの境内ですので、橋跡ではない。ないです。わかりました。なるほど。それでこれが建てたんですけど。なるほどなるほど。中村遊郭を囲むようにですね、橋があったって聞いたんですよ。ああ、それはあったんでしょうね。昔はすごかったです。本当にもう境内が埋まるぐらい人がおりましたし、川がね、遊郭の水が全部流れるようにあったと思います。悪水ですよね、要するに。中村遊郭は私とこの前の通りから向こうなんです。私どもは中村遊郭ができる時に神様がなくてはいけないからということで、神様を全部こっちへ移動してきまして、そうなんですか。女郎さんたちが神様へお参りに来るということならば自由に出れたという、はい、それだからここの中で例えば昔だったら彼氏と会ったりそういうことがあることもあったんじゃないかなという、なんかロマンチックな場所だったんですね。そうなんです。
四隅に斜めの道が入ってる、これなんでなんだろうなと。これね、昔の人ってずっとこの街道沿いに来て、で例えば南から上がってますよね、はい、でそうするとこの道に当たると中入っているんです。人を吸い込む装置。そういうことです。でとにかく斜めに走ってるのは、これ東西南北来ても必ず遊郭に暗地地獄みたいに入っていくように、それで斜めの道が作ってあるんですよ。でそういうのがねありましてね、中村郷土史家の、ね、方がおっしゃってました。なるほど、確かになんかシュッと入ってみたくなるような作りですね。入るんですよね。なるほど。ちょっと飲んで酔っ払ってもふらふらっと中に入ってくるような。今日赤病院まで来ました。ここに有利ヶ池という池があったんですよね、中村遊郭作る時にこの辺りから土を取って遊郭に持って盛り土して作ったらしいんです。だから少し今でも中村遊郭のところは高くなっている。でその盛り土した後が水がじわじわと湧いてきて池になったって話なの。こちらが弁財天で、この弁財天が池の真ん中に祀られていたんですって。昔はこの何倍もの大きさの池がここにあって、そこにこの弁財天さんもいらっしゃったっていう。すごい量の土持ってったんでしょうね。そういうことでしょうね。